16人のうち次へ進めるのは8人。チーム A です。今回チーム A の振り付けを担当したのは和樹さんです。もう彼らはすでにスターだっていう思いで僕は振り付けを渡しました。なんでみんなもそのつもりで思い切って自信持ってパフォーマンスしてほしいなと思います。はい、はい、みんなはもうすでにスターだっていうね、いいですね。ね、自分がスターなんだ。そういう気持ちで頑張ってほしいですね。はいはいはい、はい。We are Remember again, what it deserves the light to shine. Just listen. Just turning up, make a loud, loud, loud. 鼓膜振る、bounce bound, bound, bound. Wanna know it? この art stage 何度でも進化する We're grinding. Wait for me 時代 Bring it on 常識 second day. Down, down, break it down, down. Do it, do it, do it my way. So I don't need a light to shine. I don't need a light. Make it leave again, baby. 瞬間地へありがとうございました。やっぱりダイヤモンドって多分ステージの隅にいても後ろにいても輝くんだよね。そのね、だからあえて転がってきて僕ここにいますよここにいますよっていうよりも、なんかやっぱりその自分に自信を持てば自分がねステージの本当に裏に近いところにいても、輝くんだろうって僕は思う。和樹さんいかがでしたか？はい、いい顔してるわみんな。本当にすごくこう合宿途中で見た時は振り入れの時から比べるとダンスダンスダンスっていう立ち位置立ち位置立ち位置高さ低さとかっていうなんか揃えるっていう作業っていう感覚だったのね。今はちゃんとパフォーマンスとしてしっかり見せてくれたなっていう印象があって、合宿で俺が見た時よりもそこのパワーアップをすごく感じました。しかも全員
あとはそうだな、なんか個性って勝手に出てくるもんだろうなって今見てて思ったな。なんかみんなの中で多分こうやってダンスってこうだよこうだよって揃えてくれたり、こう坂君中心にさいろいろ言ったりとかしてくれてるのは見てたんだけど、やっぱいざ本番となって自分を解き放とうとするとそれを一瞬忘れたりとかして、で自分の好きな色が出てきたりとかするので、ちょっとした隙間に自分の好きなことをやったりとか、これが楽しいっていう表現を入れたりすることが個性にすごいつながると思っていて、そこがすごく今僕には魅力的に感じました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。これでチーム A、 チーム B、 どちらのパフォーマンスも終了。 B でチーム A の左から右、チーム B の左から右に行きます。いや、意外とかできちゃった。本当にこれははいすごい。そしてついにこれで審査終わります。お待たせしました。審査の結果が出ました。今私の手元にはこの審査通過した方の名前があります。発表の前にまず YOSHIKI さん、審査を終えて今の気持ちを教えてください。ね、まあこの YOSHIKI スーパースタープロジェクト X、始めさせていただいて、この審査する側っていうのがどれだけ大変なのかっていう、本当に身に染みて、感じました。そしてね、僕らの一言一言が、みんなの人生をね多少なりとも影響を与えてしまうっていう、本当に真剣にね向き合わなきゃいけないんだっていう、ただ一つ言えるのはね、同じこの時間を、同じ空間をね、こんな何百年何千年ってあるじゃん、中で今一緒にねこのオーディション番組を通じて共有できたことを本当に、感謝しています。本当にみんなと出会えて楽しかったです。どうもありがとう。ありがとうございます。ここから次に進む8人の名前が呼ばれる。まず1人目は次のステージに進めるのは丸尾隼人さん。彼の中で殻を破ろうとしているもがきが見えるっていうのが評価ポイントで、多分パフォーマーには憑依型っていって感情でどんどん出せる人と、テクニック型っていって自分の技術を磨いていくことでその技を駆使して見せていくタイプがいて、丸尾くんは多分感情でいくように見せてるけど結構まだテクニックの側なんだと思うんです。逆に言えばまだ浅いテクニックをどんどんこう身につけていくことで彼は成長していけるんじゃないかっていう期待感を持っています。こっからトレーニングしたら大丈夫だろうで OK なのであれば全然 OK だと思います。なるほど。ただ今すぐステージに立ちましょうっていうぐらいの目標だとどうなんだろうって、ダンスにおいてですけど。Simply 花は持ってますね彼は。やっぱり見たい。He has something. もう He has something. That's like no doubt. だからこれをグループ、singing group ってなった時に踊れる、歌えるっていう部分ではめちゃくちゃ重要なキーパーソンだと私は思ってて、はい、私はめちゃくちゃ可能性感じてます。はい、僕も皆さんとほぼ同意見です。はい、
丸隼人くん通過します。最初の通過者はチーム A 丸尾隼人。次のステージに進めるのは P さん。審査で満場一致だった P。 私の中では合格。自分の見せ方を知ってるし、音楽自体を楽しんでいる。でI feel respect。仲間にとっても演奏しているみんなにとってもこの空間にとってもリスペクトを感じます。なので一緒にお仕事したいなって思わせる魅力がある。 P ちゃんはすごい独特な自分のダンスをするんですけど、僕のダンスもうまく踊れていたし、やっぱしっかり基礎だったりスキルを感じますし、あとこの独特な雰囲気っていうものをチームに入れて、そこを真ん中に立たせる時があってもいいでしょうし、なんか面白い変化をするんじゃないかなっていう期待があります。アーティストだと思います。もう artist or P is an artist みたいな。で私はやっぱりこういったジェンダー関係ないって言われた時にめちゃくちゃイエスってなったんですよね。なんかそういうアーティスト私も欲しいしみたいな。見えちゃったのが P につくファン。もうコンサートの時にP のファンだねみたいな子が絶対いっぱいつくと思います。だからそういうところまで私は見えちゃったんで、彼はもう私はスターだと思っております。はい、もう100% agree です。皆さん言ってることと、はい、素晴らしいと思いました。はい。パフォーマンス力の高さと唯一無二の個性が評価された。そして3人目の通過者は藤岡康生さん。本当にこれが最後のチャンスだと思って挑戦はしたいなって思ってます。これが最後と決めて挑んだオーディション。するとなんかこう雰囲気を自分のプロデュースとして出せたままダンスを踊れてたらさらにかっこよく見えたのになって。またダンス審査でももっともっと客観的に自分の映像を見て、俺ってこう見えてんだ、だったらこうしようっていうトレーニングが必要な感じ。自分の見せ方を必死で考えもがいていた。なんか主観でしか言うです。Just turn it up, make it loud, loud, loud. Come on, Cthulhu. Check it out. Yeah, remember again. Remember again. Remember again. かぶんの？どういうこと？かぶんないでしょ。そしてで藤岡くん、いや化けたね。藤岡くんは僕は今まで見てた時はダンスが好きなんだな、ダンサーだなっていう感覚で見てたんだけど、今回は表現者だなと思って見てました。後半ラストのサビで出てきて一番ギャーンってロックするところでしっかり全部の体からバッって電気が走ったようにもう全部体で見せてくれた。僕は藤岡くんの進化を確かに発見しました。ありがとうございます。はい。パフォーマンスを見た中曽根里乃ももう私は構成です。That's it。もうI am fully supporting him。1ミリあと1ミリ前に進めるか進めないかっていうのがね、この世界の人生では人生を分けてしまうという本当に同感です。藤岡康生君通過します。努力と変化が認められ藤岡康生通過。
次のステージに進めるのはカルマさん。バンドとやった時のなんだろうな、彼のナチュラルなバンドだったんすかみたいな、なんかフリースタイル、ライアが多分前歌ってたんですよ。で、次の準備を彼はもうすでにしてて、私そこに目がいっちゃったんですよ。もうなんかバンドが後ろで出来上がっちゃってて、実はこの審査、YOSHIKIの提案で急遽バンドメンバーが呼ばれていた。そこで行われたのはボーカルをその XY の曲でちょっと歌ってほしいんだけど、ね、やっぱりバンドのみんなをね、なんか意識して歌ってくれるかな。はい。正面を向いて歌うメンバーに対し、カルマはほぼバンドメンバーを見ながら歌っていた。YOSHIの音楽を曲を聴いたりとか、彼の生きた奇跡というか、それを自分の肌で感じて、もっと俺らも見せなきゃなと思って、あいつが見るべきだった景色っていうのを俺らが見せてあげないといけないから、その気持ちを俺がロックスターの心臓を引き継ぎます。彼は独創的で唯一無二で誰よりも最高な男だった。バイクの話もよくした。乗ってるんだ、俺も乗ってる。少し落ち着いたらツーリングに行こう。いいね。叶うと思っていた。一つ決めたことがある。世界に行く、撮る。そしてその後ロスでバイクを走らせる。それまではバイクに乗るつもりはない。YOSHIが見るべきであった景色を俺らがずっと見せよう。これからもずっと。次のステージに進めるのは西垣道隆さん。オーディションでアクロバティックなダンスを見せた西垣。誰でも持ってるその闘争心とか、その部分をもっと出していいんじゃないかな。そして前回のダンス審査では So I thought he has something, but he's not really, moving forward. I mean, doing, I don't know, some. 成長が見られないとチーム A からチーム B に降格。前回の合宿ではすごい目先のことばっかり気にしていて、その目標が審査の日になってしまっていたので、今はもう本当に見てくださった人を絶対に逃さないような目つきだったり表現だったり闘争心むき出しで新しい西垣道隆を見せつけたいと思います。そんな西垣に今回YOSHIKIが感じたのは、皆さんのアイデアでサングラスをかけてた時にちょっとね悪く見えて、悪くって悪い意味じゃなくてね、それがなんかちょっと引っかかったんですよ、僕も。中曽根のアイデアで急遽サングラスをかけてパフォーマンス。そこでYOSHIKIは新たな西垣を見ていた。
消そうだそこまではなんかもうね綺麗にまとまってるじゃないですか全て、それがね良い時もあるし、でもこの世界だとそうなのね、予定調和っていうのが意外にこの世界のね敵なんですよ、予定調和。これまでにない表現力が評価。チーム B から西垣道隆が通過。そしてもう一人YOSHIKIの心をつかんだ人物がいた。次のステージに進めるのは川口力さん。僕紅をね15秒でアピールしてくれって言った時に歌われた時の声が忘れられなくて、それはチーム B で突然始まった15秒のアピールタイム。メンバーがさまざまなアピールをする中、じゃあ川口力君、そういう感じなんですね。いいよ、何でも歌ってくれてもいいし。歌っていいですか、紅に染まったこの俺を慰めるやつはもういない。ありがとうございます。ボーカルってある種持って生まれたものがあって、ダンスとかそういうのを見てるとね、僕から見てももっと輝ければいいのにって思ってるんですけど、僕は、通過だと思います。15秒の歌声が YOSHIKI の心を捉え、川口力通過。次のステージに進めるのは河野翼さん。さらにチーム B から河野翼が通過。自分をアピールするのが少し苦手なんですけれども、場所と音楽があればやっぱり化けるタイプ。まだ水をジャブジャブとこう吸うように成長していけるタイプ。もしこのメンバーだったら藤岡君のシンメトリーにおいていいバランスになるんじゃないかなと思う存在です。チーム A から4人、チーム B から3人、そして次のステージに進めるのは同期ライアさん。最後に選ばれたのは同期ライア。今回オーディションに来ていただいて、彼のヒストリーもね、勉強させていただいて、だんだん彼がなんかすごく最初は内向的なイメージだったんですね。自信がなさそうな。でもなんとなくなんか決していい意味だけじゃないんですけど、牙を向いてきた感があって、パフォーマンス力が圧倒的かというと、そうでもないんだけれども、でもソロを見せた時だったりにしっかり、自分を前に出してくれて、どんどんこのもともと内向的な表現がすごく前に来るようになってきた。同期が自分を出せるようになったのは合宿での出来事にあった。なんか歌変わるからね、心が変わると。ちょっと変わってきた？はいはい、間違いなく。ね、じゃあライアの話聞かせてよ。はい。自分が憧れのステージに自分の友達が自分よりも先に取っているとかっていうのがすごく悔しかった感情を昨日すごく思い出して、でもこうやってまだ大好きな音楽で
自分が影響されたようにいろんな人にこういった悔しい気持ちを共感してもらえるようなアーティストになりたいなっていうのを昨日みんなと話して改めて感じました。ありがとうございます。まあいいやね。抱きしめてあげて。めっちゃわかるぜ気持ちマジでめっちゃわかるぜ。ほんまに。ザ・ファーストに落ちてからですかね、ずっと抱えていた悩みを今日初めて家族以外の人に打ち明けられたというか、そういう意味で心の解放じゃないですけど、なんというかもう僕はこの人たちを信頼していいんだなっていうのをすごく感じて、こうして通過者8人が決定した。通過された皆さんの一つ一つの、パフォーマンス、また僕らが見てたのはみんながパフォーマンスしてなかった時の姿、を見てました。これから、やっぱりこの世界でやっていくっていうのは常に人に見られてる、っていう意識が、ね、どこかになきゃいけないのかな。自分も含めてそう思ってるんですが、ぜひ、一緒に頑張っていければと思っています。よろしくお願いします。そして今こうやってね、そんなみんなを拍手してくれてる、ぜひ今後何か一緒にできれば、と思っています。今の拍手、素晴らしい。頑張れ。誰に何を言われても努力してるんだからと自分に言い聞かせる。止まった時点でダメになってしまう。走り続けるしかない。挑戦し続けるしかない。無謀だけど俺たちは無敵だ。さあ世界の壁を俺たちらしくぶち壊していこう。